こんにちは、ただ服を作るの泉です。今回はだんだん暖かくなってきたこの時期に作りたくなる軽やかなロングスカートを作りたいと思います。しかもただのロングスカートじゃありません。型紙なしはもちろん裁断もせずに作れて、しかも薄い生地でも透けないような裏地付き風に仕上げていく方法でスカートを作りたいと思います。とっても簡単なので服作り初めての方もぜひ挑戦してみてほしいなと思います。それでは早速始めたいと思います。スタート。では最初に使う材料を紹介したいと思います。使う材料は何はなくとも自分が作りたいスカートの生地を用意してください。生地幅、今回は私は135センチ、これは半分に生地を折ってるんですけど、生地幅が135センチくらいあるダブル幅に近い幅広の生地を用意しています。生地の長さは 1.4 メートルから 1.5 メートル、この辺もお好みで使ってみてください。今回私は 1.4 メートル用意しています。なので横幅が135、縦が140センチの生地が1枚、あとはウエストに使うゴムを適量用意します。今回私は 2.5 センチ幅25ミリのウエストゴムを使いますが、ここの幅はお好みで家にあるものを使っていただいて結構です。材料はこの2つだけ。今回ロングスカートを作っていきますが、ポイントの一つとして生地の方向があります。生地の耳がここにあるので、生地の方向として縦地っていうのはこっちの方向なので、通常だったらこういう向きでパターンを乗せていく。だから上がウエストで下が裾みたいな感じになるんですけど、今回はこの方向じゃなくってくるっと生地の耳を上と下にして作っていきます。イメージとしてはここをこんな感じで折って、でここをウエストゴムが通る部分にして、生地が二重に重なっているところ、これが裏地みたいになるよっていう感じで作っていきたいと思います。では早速作っていきましょう。生地の耳ではない両サイドにロックミシンをかけてください。ロックミシンがかけられたら次の工程へ進みます。ロックミシンが縦に来るようにして生地を置いて、パタッと生地の耳の方を折ります。でここの長さ、さっき裏地になるよっていうことをお話ししたので、自分の体に合わせてここをどのくらいの長さを裏地にしようかなっていうのとか、あとはウエストの方から裾までの全体のスカート丈どのくらいがいいかなっていうのをご自身で体に合わせたりしながら決めてみてください。で今回私は45センチここ折ろうかなと思います。こんな感じで45センチを全部きれいに測って、でこの折り目にアイロンをかけます。ウエストにアイロンをかけたついでに裾のアイロンもかけちゃいましょうか。ここは三つ折りにしてあげてもいいんですけど、めんどくさかったら今回は三つ折りにしないでこのまま2センチで折ってあげるだけでもいいかなと思います。ではウエストのところと裾にアイロンが終わったら、次印付けをしていきたいと思います。この生地のウエストの方、この折り目から 0.5 センチ下のところに印をつけます。そしてこの印から 3.5 センチ下
の部分にも印をつけます。ここがゴムを通す口、ゴム通し口になります。で、今回私が使うウエストゴムの幅が 2.5 センチ幅だったので、私は 3.5 センチ幅にしましたが、ここの幅、上から 0.5 センチはみんな同じなんだけど、ここの幅っていうのはウエストゴムの幅プラス1センチにしてあげるとちょうどいいかなと思います。だから例えば3センチ幅のウエストゴムを使う人はここ4センチ開けてあげると最後ゴムが通しやすいかなと思うので、ぜひゴムの幅プラス1センチで2つ目の印はつけてみてください。印がつけられたら実際にミシンで縫っていきたいと思います。こんな感じでウエストの部分で生地を折っていたところを一度全部開きます。こんな感じにして反対側も開いて、このロックミシンをかけたところ同士を合わせます。で、裾の方のこのアイロン線も一度開いて、この脇の部分を縫い代1センチで裾の方からダーッと縫ってきて、さっきつけた印がここにあるので、この1つ目の印のところまで縫ってきて、ここで一度針を止めて返し縫いで糸を切ります。で、移動してきて針をこの次の印のところに刺して、でここで返し縫いをして、また生地端の方までダーッと縫っていきます。距離が長いので最初にこの1つ目の印のところでピンを打って止めておくと、この長い距離もずれないで縫っていけるかなと思います。もう1個の印のところに針を刺してあげます。ミシンで縫ったらこんな感じで縫い代を開いてアイロンをかけます。で、縫い代を開いてアイロンをかけたら、ここね、こんな感じで穴が開いていると思うので、この周り 0.5 センチくらいの幅かなと思うんですが、四角くステッチで押さえてあげます。はい、そうするとこんな感じでウエストゴムを通す口が完成します。はい、ここまで来たらウエストをぐるっと、裾をぐるっと縫ったら完成になります。で、ウエストの部分はここ下の四角形のこの下の線に合わせてあげて、ぐるっとステッチをしていくといいかなと思います。はい、ウエストの部分はお好みで上端 0.5 センチくらいでステッチをつけてあげても可愛いかなと思います。で、最後に裾の部分をぐるっと一周縫ったら完成です。裾で最後ではなかったですね。毎回そこでね、私も終わった気になるんですけど、最後このウエストゴムを入れて完成になります。ウエストゴムの長さの目安はゴムのね、太さとか強さにもよるんですけど、だいたいその自分が履く位置の長さ引く10センチくらいを目安にしてあげるといいかなと思います。で、実際に履いてみて微調整してあげてください。はい、ということで完成です。着てみたいと思います。はい、ということで完成しました。実はこの型紙なし、裁断なしで裏地付き風のロングスカートは作るのが2回目なんですね。前回はこの動画で作り方を紹介したんですが、この時は確か生地をね 2m くらい使ったかなと思います。で、結構ボリュームのあるスカートになったんですが、今回は50センチくらい短く、使う生地の量を短くしました。なので前回よりもこのねギャザーの入り具合、ふんわり具合が少し落ち着いたかなと思います。ただし気をつけることが一つあって、このギャザーをあんまりねいっぱい取ると
ぽわっとちょっとお腹周りが膨らんでしまって嫌だなっていうことで、ギャザーをなるべく小さくっていうことで使う生地の量を減らしてしまうと、今度は足をこうやって歩く時に足がねこう開かなくなっちゃうからあんまりこうギャザーを抑えるのには要注意ですよ。せめて 1.5 メートルくらいは必要かなと思います。参考にしていただけたら嬉しいです。動画がいいなと思ったらチャンネル登録、高評価していただけると嬉しいです。最後まで見ていただきありがとうございました。バイバイ。